はい、マッシブ X の解説。今回は FM に近い効果を生み出すフェーズモジュレーションを中心に進めていきます。こちらにですね、PM1、PM2 というものが用意されていまして、現在 PM1 はサインが選択されています。そしてウェーブテーブルにも基本的なサインを読み出しています。この効果、ざっくりと言うと、ここで発生させた波形をメインの波形にぶつけることで複雑な倍音を生み出せるという機能になっています。使い方も非常に簡単です。オシレーター1に対してフェーズモジュレーション使用したい場合は、この部分を点灯させます。これは同時にオシレーター2にも適用が可能です。まずこのように関連付けた後にこのノブを上げていくことでその効果が強くなっていくという感じです。通常のサイン波からこのようにですね、倍音が発生して波形の形も変わるという感じです。現在共にサイン波なんですけども、このように過激に音色が変化します。例えばこれを違う波形にして、このフェーズモジュレーションも波形を選択できるようになっています。このようにするだけでも、サウンドがかなり変わってきます。この波形、例えばトライアングル B1 選択した際には、このように音色が激しく変化して低域がなくなる傾向にあります。そのため第2オシレーターの方で低域を確保という使い方も有効です。これをトライアングル B3 に変更した際は、しっかりとですね、低域が残るというような特徴もありますので、このあたり選んだ波形に応じて何がいいのかというのもぜひお試しください。一度こちら初期状態に戻します。そしてこのフェーズモジュレーションのコントロールで大切になるのがこちらピッチです。このピッチは3種類のモードから変更することができまして、これはメインオシレーターも同様になります。サウンドはメインオシレーターの方が分かりやすいかと思いますので、今オシレーター1、2を使用して説明します。メインオシレーターの方は前回解説しましたキートラックがデフォルトで設定されています。これはピッチを半音単位で調整できるというものでしたね。そしてレシオ。これは比率を表していまして、フェーズモジュレーションのデフォルトの単位もレシオとなっています。周波数比率を表していまして、今は1倍となっていますので、キーボードで演奏したピッチがそのまま出力されます。これを2にしますと、周波数が2倍、要は1オクターブ上のサウンドですね。が出力されます。同様に3倍となりますが、この時2オクターブ上ではなくて、第3倍音、1オクターブ上の G が鳴ると。4で4倍、2オクターブ上。もちろんマイナスの値にすると1オクターブ下、ピッチを下げることもできます。そして最後のモード、こちらフィックス。これはどの鍵盤が演奏されたとしても、必ずこのピッチを鳴らすというものです。デフォルトで60になっていまして、これは C4 のピッチを表しています。この整数で半音単位の調整を行い、もし61の場合は C シャープ4、59の場合は B3 ということになります。演奏してみますと、はい。どの鍵盤を押しても一定のピッチが得られるという形です。この使い方いろいろあるんですけども、例えば、パーカッシブなアタックを加えたいといった時ですね、固定のモードにしておきますと、どのキーボードでも同じサウンドが得られますので、ミディノートのピッチにサウンドが左右されないということになります。この3種類把握いただいたところで、フェーズモジュレーションのピッチいってみましょう。オシレーターには一度オフにしておきます。まずフェーズモジュレーション有効にして、今はレシオ1となっていますので、キーボードで演奏されたピッチのサイン波がそのまま同じピッチのオシレーターにモジュレートされることになります。例えばこれをですね、1オクターブ素早く下げる。または2オクターブ下げる。のようなですね、太いサウンドを作ることもできると。逆にこれをかなり高めに取ると、金属的な響きを得ることもできます。こういった形で素早くオクターブの調整を行えるといったところも便利です。次にキートラック。これはオシレーターと同じモードですね。例えばこれ1にしますと、メインオシレーターでは C。モジュレートする波形は C シャープとなります。このようなですね、さらに複雑な倍音を生み出すことができます。もちろんこのピッチによってですね、効果が変わるといったところも面白いですね。例えばエンベロープ2を適用して、メインのオシレーターはそのまま演奏。フェーズモジュレーションだけピッチが上がっていく。のようなですね、設定を行った際。このような特殊効果を生み出すこともできます。そしてこちらフィックス。
先ほどお伝えしたように固定となりますので、どのキーボードが押されたとしても60、C4 の周波数、ピッチがメインオシレーターにモジュレートされます。例えば C を演奏した際、互いに C なので、音色変化少ないですが、D を演奏した際、メインオシレーターは D。ただこちら固定されていますので、こちらは C。演奏したキーボードに応じてサウンドが次々に変化していくというような効果を与えることもできます。もちろんこの値を60から半音ずつ、もしくは小数点以下で微調整することもできます。先ほどエンベロープ2でこのピッチを動かしましたが、このモジュレーションのですね、適応量を変化させても面白いサウンドが得られます。こちら分かりやすく外しておきましょう。右クリックでデリートですね。このアタックで時間をかけて、モジュレート量、音色の変化が深くなっていくように設定します。この状態で、このサウンドの変化、ちょっと強いとなった場合は、モジュレーションの最大量を調整と。その他 LFO をかけるなどですね、アイディア次第で様々なサウンドを生み出すことができますので、ぜひこのあたりも試していただけたらと思います。はい、いかがでしたでしょうか。このフェーズモジュレーション、サウンドを作る上で非常に強力な機能ということを感じていただけたかと思います。この動画でモードも解説してしまおうと思ったんですけども、ここまでの解説が予定よりも長くなってしまいましたので、次回の動画でこのモードから解説を進めていきたいと思います。この動画が参考になりましたらグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。今回もご視聴いただきありがとうございました。